今来た。遅れてくる真打ちが。おはようございます。今年の Ruby Communities and World の司会を務めるレオと申します。よろしくお願いします。このセッション始める前に Ruby の開発を支えていただいている企業に感謝を伝えたいと思います。サーバーを提供している Ruby アソシエーションと Heroku と AWS、そして CDN の Fast3、そしてビルズアーブを提供している日本 Ruby の会、それからサーバー監視を提供しているマケルとデータドッグ、そしてセキュリティ大事ですので、皆さんパーソナルマージ使っていただいていますので、ワンパーセント感謝しています。ありがとうございます。そして前回の Ruby 会議から新しいコミッター6名が就任しています。今回の Ruby 会議に6人ともに、出席していますので、それぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。順に、左上からお願いしたいと思います。まず小野さんお願いします。はじめまして。小野と言います。今回、Ruby コミッターに、ならせていただきました。今は、Ruby の、テストの改善や、フレーキーテストの改善に取り組んでおります。はい。これからいろんなことができそうで、ワクワクしています。どうぞよろしくお願いします。So next, can Eileen introduce herself? One next to me. Hi, everybody. I'm Eileen. What else am I supposed to say? What you work on. Okay. I forgot to get a translator thing, so I work on Rails and Ruby, but on the Ruby side, lately I've been working on the modular GC and Prism, and also I fixed some LLDB scripts because apparently I'm the only one who uses them. Thank you. じゃあ次、塩井さんお願いします。すみません、カンペ見ていいですか？せっかくなのでちょっとカッコつけて英語で。Hello, I'm Misaki Shioi. I introduced Happy Ibers version 2 into the Socket library in 3.4 with a lot of help from other committers and Rubysts. I'm really happy to finally be here as a member of this team. So, 今後ともよろしくお願いします。Thank you. じゃあ次、ワイダさんお願いします。すみません。私もちょっと頑張って英語で話します。Good morning, everyone. I'm Yuda Takada from Unbat and the Error Puzzle Gang. And I'm truly honored to be here today as a new member of the Ruby community team. For quite some time, I have been deeply interested in Puzzle and Puzzle development. As a committer, I'm excited to contribute to the enhancements of Ruby's parsing capabilities. I'm looking forward to collaborating with all of you. And thank you for your warm welcome. And I hope we can create something wonderful together. Thank you very much. ありがとうございます。じゃあ続きまして、トムさんお願いします。ペンと言います。普段 IRB とかリラインとかをやってたんですけど、他にもいろいろやっていこうと思います。よろしくお願いします。あと、最近 Ruby3.4 でハッシュのインスペクトの結果がちょっと変わったと思うんですけど、で困った方もいると思うんですけど、犯人です。ありがとうございます。最後に今泉さんお願いします。Hello, my name is Mari Maizumi. I work at Stars Inc. I'm maintainer of IRB and Readline. I'm passionate about character encodings. I'm originally from Matsuyama, so I highly recommend visiting Matsuyama Castle. 松山城に行ってください。
Thank you. ありがとうございます。いいアドバイスですね。このセッションについてちょっと初めての Ruby 会議参加者もいると思いますので紹介したいと思います。このセッションでは Ruby 会議に参加している Ruby コミッター全員が壇上に上がっていただきます。Ruby の開発では定期的に Dev ミーティングで議論する場を設けています。今回は Ruby Communities and World はそのような、会を皆さんの前で楽しく開催していただく企画になります。では、セッションの進め方をちょっと紹介します。このセッションは日本語で進行して、そしてコミッターの方は日本語また英語どちらでも使って良いっていう設定ですと。コミッターさんへのお願いです。喋る前に名乗りをお願いします。また通訳さんよろしくお願いします。結構大変な会になると思います。質問などは Discord の方で質問していただくとスクリーンの方に移します。私はなるべくそれを拾って、投げ込むと思ってますのでよろしくお願いします。では本編の方に入りたいと思います。では初めてのトピックは、5年前ぐらいの末のキーノートに出たスタティックバリアというアイデアがありましたが、このアイデアでは、結構過激なアイデアだったという紹介だったんですけど、あるタイミング、スタティックバリアっていう、タイミングの前までは動的なことができるけれど、その後、それを禁止していくようなアイデアでした。この5年後、これを振り返って皆さん導入したいですか？また似たようなアイデアは使うと効果的なんだろうかについてご意見があればぜひお願いします。どうぞ。豆さんどうぞ。はい、遠藤と申します。今回3回目の登壇になるんですけども、ですね、スタティックバリアって、今説明いただいたようにRuby の初期家事は今まで通り普通にダイナミックにいろいろできるんだけれど、ある時点でここからは、スタティックだっていう宣言を何らかの方法でしたら、その後は、メソッドの定義とか、定数の再定義とか、新しい定数の定義とか、そういう、普段 Ruby で許されている機能を全部禁止して、禁止することでその後、いろんな最適化がしやすくなるので、そういう禁止するっていう宣言を禁止というか、この後はもうそういうことをしませんという宣言をできるようにしましょうというような機能と理解してますけど、合ってますか？合ってます。松本さんはピンマイクついてるから喋れると思いますよ。知ってる。あんまり目立ちたくなかった。はい。いえ、もう今ファイルスコープかっていう金子さんから聞かれたんですけど、ファイルスコープじゃなくてグローバルだと認識してますが合ってますか？何？プロセスグローバルだと思ってますけど、この設定は。プロセスグローバルです。ファイルスコープとかではないですね。はい。という確認です。じゃあちょっと。金子と申します。普段パーサーとかやってます。ってことはなんかうかつなライブラリとかが突然やると、それを読み込んだ瞬間にダメになる、ダメって書いてなります。影響を受けるみたいな感じの。なるほど。わかりました。という機能の説明だったんですけども、で僕が言いたいことはですね、フローズンストリングリティラルをデフォルトにするっていうなんか大変悪い変更が Ruby4.0 で予定されているんですよ。これは僕絶対やめるべきだと今でも思っていまして、で一方でスタティックバリアはもともと僕が似た提案をしたこともあって大変いいアプローチだと思ってます。なのでスタティックバリアを宣言した後は、フローズンストリングリテラルを有効にして、その前は、今まで通り、ストリングはミュータブルであるべきだと思っていますが、いかがでしょうか。このどんちょうがある直前にその話を聞いて、でもその組み合わせは考えてなかったので、もうちょっと考えてみる余地はあると思います。じゃあご検討よろしくお願いします。即時拒否ではないと。I think John wants to say something. So by rote, I'm the one who made the change for frozen string literal, or at least that plans the deprecation of mutable string literals. I don't think the two can really work together because the idea of static barrier is you do your whole boot process, you define your methods, your class, everything, and at some point you say no more of that. And frozen string literal, like when you evaluate your file,
the literals might end up in constants, they might end up in objects or whatever, and you already want them frozen. So I don't think the two combine well together. However, I have no idea if static barrier would help a lot for optimizations. I think on that thread, there's Charles from JRuby and also Chris, who used to work on Truffle, who say that they don't need it. But from my conversation with Maxime, it seems that it's not strictly necessary to optimize Ruby, but it could be helpful. Personally, as someone who works on a gigantic application with tons of dependencies, I see it as a hygienic measure. I see it as a way to enforce that my dependencies that not have all been carefully written don't do bad things at runtime. So I would really love to have it. But if we do this, I think it cannot just be one final thing, because if you want to test that your application will be able to run under those constraints, you need to be able to enable it, disable it during the test environments. And so I think we would need kind of 3 settings, like disabled, enabled, and finally enabled, and with no way to go back. Discord から質問が入ってきたんですが、スタティックバリアは通ったら戻れますか？戻れません。戻る機能はない。一方通行です。一方通行ということですね。国分さんお願いします。Shopify の国分です。ちなみに松本さんはそのいつぐらいに入れたいみたいなモチベーションっていうか、その全然何もないです。これはこうコロナの時のキーノートだったので、こう誰とも話す機会がなくてですね、で適当なアイデアを適当にこう喋り散らかすっていうこうキーノートだったので、こうジャストランダムアイデアということで出したものなので、誰かがそれに賛成してくれて実装してくれるといいなというふうに思って言った感じですね。なるほど。これをアジェンダの一つに入れたうちの一人が僕なんですけど、Is Maxime here, by the way? No? For some reason? Alright. なんだっけ。そのマキシムがですね、英語で喋った方がいいのかな。So early this year, Maxime was proposing to build a next generation compiler, but not JIT, but like statically compiling Ruby ahead of time. And for doing that, we of course need some guarantees or assumptions that make it possible to optimize more code than just doing the analysis with the current code as is. So she wanted something like a static barrier, but we don't have that today. And I also was very much against that idea. So like we kind of discussed together and agreed on doing the ZJIT. And like, so I have like 2 reasons why I thought it was not necessarily a good idea, but I'm not against introducing that feature, because if we don't introduce that feature, then we never achieve that goal. So like maybe we should add that at some point, but for the ZJ or the next generation of YJ, I thought it's not a direction. The reason one is because the Rails, so like our purpose is kind of optimizing Rails applications or web applications, and the major framework Rails is so dynamic that I think it's generally like impossible to do the type analysis for everything, or maybe like even the major parts that we must optimize. For example, like Rails action views have instance variables set by controllers, and like you look up the view template by comparing the string or maybe just method lookup, but that's not necessarily available if you just statically analyze the program. You might need an actual runtime value to do the like dispatch. So I kind of believe that even if you have the static barrier, it may not necessarily be possible to do the static analysis unless we just basically rewrite the framework or change the design towards the static compiler for Ruby. And the second reason is it takes time to adapt the changes for such feature. So as an example, Ractor works, but like there are a lot of like
gems or things that don't work well with reactors yet. So in my understanding, basically nobody uses reactors in production, maybe. So, and like, if we build a ZG or the next generation compiler like that, then I was kind of worried that that could be another reactor in CRB. So that's why I'm kind of was pushing towards the JIT direction. But maybe because we still need the AOT for lowering the compilation overhead, so maybe we should still have the static barrier and start working towards doing that. So yeah, I have a mixed feeling. Like for our own like immediate project, we should probably do the ZJIT and not the static compiler, but still we should start working towards that. So that's my opinion. Thank you. Any other input from committees? Samuel? Hello, my name is Samuel. If I'm understanding correctly, the semantic issue we're discussing is how to best take advantage of immutability. The proposal is more of an implicit approach. We are just saying, hey, beyond this point, things can be treated as immutable. But I have a proposal to introduce explicit immutability into Ruby. Is it worth revisiting that proposal to see if that makes sense and enables safer concurrency and parallelism and safe optimization? If we know that a class or an object is always immutable, then we can make certain guarantees in the JIT compiler, for example. We know that it's safe to share between reactors, so on and so forth. So is it worth revisiting? Probably, but let's separate the issue. The static barrier is to make like a method and classes to be immutable. I mean, non-redefinable. Yeah. But the immutability you say is the kind of the data immutability, and which is totally different issue. Well, if you can, in Ruby, classes are a form of data, right? Yeah, partially, yes. But you know, usually when we say the data immutability, the immutability of the strings, array, or something, so I think we have to treat them separately. Fair enough. Thank you. Alan? どうもはじめまして斉藤と申します。自分は先ほどのような性的な部分を受け入れるには賛成なんですけど、プロセスグローバルっていうのは反対です。というのも Python3 になると思うんですよ。要はコミュニティの分断が起きると思うんです。例えば、小規模な DSL に限ってとかだったらイントロデュースしやすいかなと思うんですけど、結局それがリクワイアしてる先は汎用的なものなので、なかなかそれをイントロデュースすること自体が難しくなるので、もっとグラジュアルにやるにはなんかある程度もっと再流動なものが現実的には必要じゃないかなというふうに考えていますがどうでしょうか。So I think それはその自体は多分正しいんですけど、でもその全部でプロセスグローバルに有効にならない限りは全く意味はないということだけはお伝えしておきたくて、これの用途が例えばメソッドの最適化がされないということを保証されていることを理由に、JIT のコードをなんか簡単に生成できてすごい簡単にオプティマイズできるようにするっていうのが目的なので、どこかでその最適化することが可能になってしまうとそれは全く用途がなくなってしまうと思っています。なのでそれを有効にする過程としてグラジュアルに有効にできる機能はあってもいいと思うんですけど、それが完全に有効になるまでは全く意味がないということだけはちょっと言っておきたかったです。そうでない研究がたくさんありますということだけ言います。I think Alan had something he wanted to say. アランと申します。アランと申します。日本語では挨拶しかできないので英語で。日本語では挨拶しかできない。Right. So I work on YJIT and ZJIT, and I was also in the camp of let's just make ZJIT because the main motivation for doing the static barrier is to make the job of the JIT easier because it simplifies the semantics of the language and how well the JIT can do sort of proportional, inversely proportional to how complex your semantic is. But with the static barrier, you actually don't get rid of the old semantics at all. What you're doing is you're taking both, and by making the JIT's job easier after the static barrier, you actually shifted the complexity
as something that the end user, encoder user has to deal with. And especially, so it does simplify the JIT's job for optimization, but as like the wider YJIT team, we also have to make sure that the entire runtime is stable in terms of like crashes and bugs and stuff. So you kind of shifted the work. I believe in Japanese, it's called like shiwayose?はい。ユーザーの幸せですね。That's my opinion on the idea. Not that it doesn't have merit, but something to think about. 笹田さん。ストアーズ株式会社の笹田と申します。趣味で本屋さんをやっております。このアイディア自体は、パフォーマンスのために入れようっていう話だったんだけど、Ruby ってそのパフォーマンス改善を難しくする仕様でもいいよねっていう思想だったような気がするので、なんかちょっとつまんなくなるかもなっていうのがただの感想としてございました。そうね、ただ純粋にお金に関わるので速さはわかる。趣味で仕事をするなということですね。お金のために魂を売ることがたまにある。マキシームの発表でデイワのマキシームの発表であれデイ2だっけ？デイ2だ昨日。デイ2。ね自分の趣味よりもその仕事を優先するっていう発表発言があってちょっとドキッとしました。そうそう。ねこの辺の人たちみんな刺さってたよね。ぐさっ。一応あった方が嬉しいけどなくてもいいということも一応補足しておきたくて、なぜこのスタティックバリアがあると嬉しいかというと、こういうなんか例えば最適機がされないっていうこと保証があるとインバリデーションが不要になるわけですね。昨日じゃなくて一昨日僕がそのトークをしたんですけど、それをインバリデーションが必要なポイントをいっぱい残しておくとその分メモリを使っちゃうんですよね。早くすることはできて生成したコードの性能は変わらないんだけどスタティックバリアがあることによって、どっかで絶対に再定義されないっていうことが保証されていれば絶対にいいですよ。どっかしら1個でも残ってたらもう意味が全くないんですけど、絶対にないことが分かってプロセスグローバルでないことが分かっていればもう全くインバリデーションしなくてよくなるので、メモリの使用量が減る。でしかも Ruby の場合はCPU デプロイしてちょっと経てばですけど、大体の場合 CPU は結構暇なことが多くてメモリがすごい使ってて、でしかもなんかマルチプロセスで動かしているのが多いのが現状なので、メモリが大体お金のボトルネックになるわけですよね。だからスタティックバリアだと多分お金は浮くと思います。ただなんだろうな、Ruby をリッチなまま自由に使っていくと、やっぱりお金がかかるというのが現状かなと僕は思いました。以上です。ごめん、なんか英語の議論全然追いついてないんですけど、つまりスピード面的にはそこまで大きく、ベネフィットがあるわけではなさそうっていう肌感ですか？そうですね。だから例えば再定義をしたときに何が起きるかっていうと、そのコードを捨てるわけですよね、YJIT の場合は。で、再定義がされないことが分かっていれば、捨てる準備をしなくていいわけですよ。そうすると、メモリが使われなくて済むので、再定義をしたときにコードを捨てて書き直せば、速度は保証できるんですよね。だから速度的には犠牲はなくて、ただ強いて言えばローカリティ的にはコードがぐちゃぐちゃになって損なる可能性ありますけど、基本的には生成コードの質は担保できるはずだとは思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。いいところに来たので、ちょっと新しいトピックに切り替えたいと思います。そしてDiscord からいいコメントあったんですが、ラクターのプロダクション利用は現在の Wi-Fi だそうです。ラクターは現在の Wi-Fi を支えてるっていうことを聞きました。すいませんでした。Okay, next topic. では次のトピックはネームスペースについて素直に皆さんから意見感想をいただきたいなと思います。Any opinions, thoughts, feelings about this namespace proposal? 大衆 By root again. So
first, I must say I didn't get the chance to try them so much because it's in a branch that I didn't get to build and everything. But from experience, the critic I hear the most about Ruby, or actually Rails, is people who say, oh, it's confusing, I don't know where things come from. And what is funny is they always blame the autoloader, even though, if anything, the autoloader make it easier to find where the code comes from. So I think what people would want in namespaces is a way to not inherit all the constant from everywhere in the process. And so in that, I think it's answer that question. However, it's also trying to do lots, like very heavy isolation, like isolate everything, even monkey patches, even all that. And I think it's way more complexity that really needed, and it makes them harder to understand for people. I'm also concerned about the efficiency of being able to load the same file multiple times in different contexts. If I take a language I know relatively well as an example, which is Python, which had namespace from day one, and like every file is a namespace, you can only load them once, and it's very easy to understand, and you just share the same thing. So I think what people are trying to, what people need the most is probably just to have a different main thing. And also there's a question of the syntax, like will we get an actual namespace keyword? Will we, like, oh, it's gonna work, like, oh, analyzable it will be. So yeah, I think it's very ambitious and probably a bit more ambitious than it needs to be. I think a slightly reduced scope will be maybe more usable. あんまり決まってることないんだけど、ネームスペースについては近いうちにアップストリームにコミットしたいっていうふうな話をこう一詩を書くって言ってたので、アクセプトしようと思います。で、そうするとネームスペース入ると。で、入るのは仕組みで、実際どう使うかっていうと、多分だけど、これから相談しないといけないけど、ジェムとかと組み合わせて、このジェムをロードするときはネームスペースの中にロードするみたいな仕組みを作ろうと思ってますけど、なんか考えるべきコーナーケースがいっぱいあるので、設計がいつ終わるかわからないですね。3.5 にはだから仕組みとしてはネームスペースだけ入ると思います。ジェムとかの調整は間に合わないんじゃないかな。しかもね、ちゃんと動くかどうかわかんない。明示的にオンにした場合は試せるとかいうレベルかもしれない。So everyone's happy with trying out namespace? Just one final thing is like I hope we'll get to have it in experimental state for a while, a bit like so that. Yeah, namespace will be merged into 3.5 with the experimental stage. Right, so we can change anything if. Yep. Awesome. じゃあ入ってからの議論になりそうですね。では次のトピックに移りたいと思いますが、Ruby 4.0 が予定されてるらしいんですが、なった場合、どんな機能をデプリケートしたいですか？皆さんの気持ちでも大丈夫だと思います。Can I go first? Oh, sorry. Go ahead. Okay. Hi, I'm Aaron from Shopify. I would like to deprecate class variables. Oops. Class variable. Yes. Class variable. Did. Also, I would like to. Okay. Also, I would like to make binding a keyword. Ooh. Binding keyword. So deprecate ではないけど。I'm already deprecating something for 4, so just a word of advice to everyone: don't deprecate anything but conflict with quines, because otherwise you. Hi, I'm Peter from Shopify. Since Ruby 4.0 is supposed to be, such a big change, I think we should deprecate the C API. It is truly making my life as a GC developer incredibly difficult because there are so many ingrained assumptions about how objects work, about how memory is laid out inside of Ruby. And I think we can have leaps and bounds of GC performance if we deprecated the C API and allowed any sort of changes inside the VM without, worrying about backwards compatibility with existing C gens. Yeah. Interesting.
Nothing else to 基 deprecate? 本的な方針としては、何もデプリケーションしたくない。壊れるプログラムがあると文句受けるのは僕なので提案するのは彼らだけど、なんかこうよくもデプリケートしたなって恨まれるのは僕なので、何もしたくないのが正直なところなんだけど、何をするにしてもマイグレーションパスを用意しないとデプリケーションするつもりはないです。でだからさっきのピーターの新しい CAPA が欲しいっていうのも、今の CAPA と並立して、新しい CAPA のコンパティビリティレイヤーをまず作って、でそれから何年も経ってから古いのをデプリケートするみたいなことをしないと、多分5年10年かかるようなプロセスを経ないと変えられないと思ってます。すごい保守的、この件については。丁寧ですね。どうぞ。I kind of wanted to add one thing to the keyword binding thing. So I kind of like think that it might not necessarily be helpful because there's a CAPI to get the binding of the caller frame using the RB Debug Inspector API, and which I think is definitely necessary for debugging purposes still. So unless we also deprecate the CAPI completely, we still need to deal with, like, assume that every method call could be fetching binding of the current frame in the callee. So what do you think? Yeah, that's true. いや自分が意見があるんじゃなくて笹田さんに聞きたいんです。笹田さんリファインメンツ絶対滅ぼしてやるっていうのはもう諦めたんですか？いやマイク回ってくるの待ってたんだけどいやネームスペースが入ったら、5か6ぐらいでリファインメントもいいんじゃないかな。ネームスペースの一部としてリファインメントの挙動は残るので、実装も使ってるし、そういう意味では消えないけど、今の APA というかリファインなんとかっていうのがなくなるっていう意味はあり得るかもしれないね。修吾さんって正直言うとNACL の前田と言います。リファインメントを入れたんですけど、正直僕も使ってないんで困るかっていうと困らないんですけど、一部に熱烈なファンの方がいらっしゃるのでそのあたりが心苦しいなっていうのと、森さんがリファイン詰めるより前にネームスペースを思いついといたらよかったんじゃないかなと思います。本当ね。金子です。初日に発表した内容にもあったんですけれど、非互換になるけどエンドレスレンジの後に開業があったらエンドレスレンジって見なすとか、無名引数の後に開業があった時に無名引数で1回切っちゃうみたいな方が個人的にはやっぱこれから Ruby を触る人からすると自然に見えるかなってちょっと思ってるけど、そこまで強い気持ちはないですけど、あそこちょっと気になってます。なるほど。また警告出すか警告は今でも出てるんじゃない？出てたっけ？警告は出さないんですか？あそこの開業の警告は出ないんじゃないかな。開業は出ないんですか？出ない。あとレンジのエンドレスレンジの後の開業は出ないけど、なんかで出してなかったっけ？出すようにしますか？解釈が多分違うよって出すようにしますか？そうだね。それはいいと思うよ。あとはそうだね、誰も使ってない機能としては、継続とかねコンティニュエーションとか。いやなんか発表してたで、なんかあったね発表を見たけど多分ね、開業の時に警告出すの結構大変だと思うよ。開業の時に警告出すの大変じゃない？あそこだって開業読み飛ばしてるからさ、読み飛ばす時にどの文脈にいるから開業ワーニング出しますっていう報道になるはずだから、そういうの作れっていうのは作るけど、パーサーに関する警告を出さなきゃいけない。何？レクサーでパーサーに関する警告が。そうだからレクサー側で読み飛ばすときに、今ここ読み飛ばすんだけど、俺は警告を出さなくちゃいけないっていうことが分かんなくちゃいけないから、多分ちょっと大変だと思う。最後のトークンがドットドットとかであるのを見てってことだよね。なんかそういうのの機能が欲しいなら考えますよぐらい。だからドットドットの後
のステートを分けなきゃいけない。できるのはできる。ステートを分けるな、これ以上。こういうふうにしてレックスステートって成長していくんですよ。そうか、レックスステートとアフターレンジみたいな。勘弁してほしい。はい。茶番はここまでで。I think Charles has something to say. Yeah, Charles Nutter. I've been working on JRuby for a while now. I would absolutely also support not necessarily getting rid of the C API, but replacing it with one that can be implemented even with new garbage collectors, with new JITs, isolating objects and pointers from the C code so that we can make those enhancements in the runtime. The other one that came to mind for me, there are so many essentially debug features in Ruby that are on all the time, and they make it extremely difficult to do optimizations in the rest of the runtime. In JRuby, most of those you have to turn on with a debug flag, and it doesn't bother anybody that they have to do that. You pass -- debug, then you get full trace point support, you get things like binding of caller, but we don't have to pay the cost for those features normally, and we can optimize things significantly better. So I'd love to see debug features be something you have to opt into rather than have to pay the cost for them in production all the time. 何をデプリケートしたいかという話でいうと繰り返しになりますけど、フローズンストリングリテラルのデプリケーションをデプリケートしてほしいです。フローズンストリングリテラルのデプリケーションをデプリケートしてほしい。さっきバイルとクワインに便利な機能を全部デプリケートしろって言ったで合ってますかね。最初の方にバイルとか言ってたやつ。合ってたとして。逆でクワインが書けるような機能を維持しましょうねっていう話をしてた。クワインが書ければ言う。じゃあ何も言うことはない。じゃあちょっとトピックを切り替えて、これはデプリケートなので、表裏の話として、じゃあ広報互換性を無視していいんだったら何を書いたいんだろうかっていうのをちょっと聞きたいと思います。Hello, I'm John Hawthorne from Shopify. I would love it if we could, on time objects, they're almost immutable, except you can change the time zone. And I think most of the time people do that, they're doing it by accident, by calling time UTC or time local, instead of get UTC or get local. I would love it if they were just always immutable, and those were aliases. 成瀬と言います。さっき、Ruby3.5.0 プレビュー1をリリースしたりしていました。互換性無視してたらタイム、デートタイム、デートあたりをもっときれいにして組み込みにしたいなというのがありますね、一つ。もう一つ文字リテラル、やっぱあれ、一文字なんだったら別にダブルコートですればいいので、文字リテラルの文法で文字コードのコードポイントを返した方が便利じゃないか。あるいは丸ごと消しちゃうか。ハテナから始まるやつですか？ハテナ A とかいうやつですね。コードポイントにしちゃったらエンコーディングは無視する。そうなのよ。スクープとエンコーディングで返す。構わない？ちょっと今からだとかなりきつそうな。互換性の問題無視しようって話。そもそも消してもいいかもしれないけどね。そもそも消してもいいかもしれない。いや確かにね。クワイン以外では。クワインとゴルフ以外では。いや確かにハテナで1文字リテラルをデプリケートってことですよね。確かにいっぱいクワインで使ってはいるんですけど、逆にですね、あれコードポイントじゃないことで不便になっているところも結構あるので、一長一短ですね。正直コードポイントをパッと取る方法はやっぱり欲しいです。ハテナ D でね100っていうのが表現できなくなったのは Ruby1.9 の時にコードゴルフにおいて Ruby が一気に衰退した原因のあれは良くなかったです。文法周りでいうと変数が定義されているかどうかで挙動が変わるというか、文法上変わる。例えばスラッシュが割り算になるのかレジェックスになるのかとか、辺の挙動は個人的に非常になんていうか
すごいなと思うのダメだよで、いや誰だあれ言ってたやつはその前そのねについてどう思うかなってペンさんは思う。トリック2022年にローカル変数とスラッシュの使ったトリックを出したんですけど、あの時にあのコードを書いた時の気持ちはこんなのをやめてしまえばいいのにという気持ちで書きました。本当だよね。弁解？いやない。はい、失敗でした。あれは意図してああいうふうにしたんですか？あれが便利だと思う。ずいぶん昔にもう何十年も前にメールもらってこんなアイデアがありますって言われた時に、その時僕はちょっとどうかしていて素晴らしいアイデアだと思ったんだよね。でそのまま入れちゃったんだけど、まあやめた方がよかったね。Rather than deprecate class variables, I think I would make them behave like everyone expects, so that if you define a class variable in a child, it doesn't override the parent. But yeah, too hard to change. 武者と言います。そうですね。何でも変えていいとしたら、ちょっとシンボルとストリングの区別をもうちょっと曖昧にして、なんかどっちも使えるっていう方が便利だなって思うことが多いですね。なんか JSON っぽいリテラルを書いたときにシンボルになっちゃう、っていうところがあって、なんか2つのハッシュを重ね合わせたときにストリングとシンボルで同じものが残っちゃったりして、いろいろ不便だなって思うことがあります。はい、それシンボルに文字列ストリングのメソッドをどんどん生やしていけばいいって話とは違ったりします？なんか一度やったんだよね。結構入れたんだけど、シンボルをストリングのサブクラスかなんかにしたことがあって、それ一回撤退しましたよね。なんかありましたね。あれは大惨事でしたね。ハッシュ with indifferences とかありますけど、ああいう感じでハッシュで、キーを区別しなくするとか、なんかもうちょっとなんか両者の厳密な区別っていうのがなくなっていった方が便利なシーンが多いんじゃないかなってちょっと思っています。厳密な区別は基本的にストリングのメソッドをシンボルに生やしていけばいいだけだったりしません？でそれは互換性の解析ドットハッシュを同じにするっていうことですか？はい。ドットハッシュを同じ値にしちゃうとかそういう話。ああ、そうか。まあハッシュ with indifferent access を標準機能に入れたらいいんじゃないのっていうのは昔。いや、どっちかというとハッシュのその辺の使うメソッドをハッシュごとにカスタマイズできるようにしたいなと前々からちょっと思ってるんだけど。ハッシュがそのキーに対して呼ぶメソッドっていうのはハッシュとか EQL、ハテナとかって決まってるけども、その辺を、クラスごととか、サブクラスごととかインスタンスごとにカスタマイズできるようにしたいなというのがちょっと何年か前からそれシンボルとストリング以外で必要あります？シンボルとストリング以外で必要あります？結局似てないものを同一視したいっていうことはないので、あとはインテジャーとフロートぐらいかな。一理あるが本当にそれある？いや、わかんない。あるかどうか。あとだからストリングで言うと文字ケースを無視したハッシュっていうのが昔はできたけど今できないから、その辺がなんか欲しいなというのは時々思う。便利そうですが、それは RDB 使えではRDB 使えでは。いや別にそこまででっかいスクリプトでやるわけじゃないので。なるほど。で俺の使い方としてはそういう RDB とかいうのは選択肢に入ってこないから。なんかキーの正規化とかはなんか提供してもいいのかもしれないですね。ごめんなさい、今の中田さんの前振りは僕は中田さんがこういう機能欲しいなって言ってるのってあんま聞いたことなくて、こういう機能が欲しいと心の中で思ったのならそのパッチはすでにっていう
あれだと思うんで。そのバッジって多分すでにあるんですよね。っていうことですよね。どっかに埋もれてる。パッチ袋。浦部と言います。全然今のとは別の話をしたいんですけれども、過去のことを忘れていいならこんなことをしたいっていうんで言うと、今一番過去が降り積もっているのはコンフィギュアだと思うんで、ビルドシステムの刷新をしたいなと思います。はい、家庭です。ここ1年くらい、修士で、ビルドシステムに関する、研究をしていて、で、それで気持ちが高まってしまって、今回、ビルドシステムを頑張りたいっていう発表をしたんですけど、そうですね、M4 を本当にやめたいです。本当に読めないので。なんか LSP があったらいいんですけど、M4 って LSP ないんですよ。だからこう全然わかんなくて、本当困っちゃいますね。なんでいい感じにできるといいなと思っていて、はい、頑張ります。でもそれだけだったら M4 の LSP 作ればいいんじゃないですか。作りたいですか？松本宗太郎です。Ruby とか Steep とかそういうジェムを使ってて、型検査をやってます。で、去年RBS の型の定義を、Ruby の中にコメントで書けるっていう機能を提案したんですけども、その、流れでRuby って今行ノット中にコメントが書けないんですけど、なんかそれを書けるようにしたいな、書けるようになってたらいいのになっていうふうに思ってます。で、この話なんか、他の人とちょっとしたことはあるんですけど、いい構文がないっていうのが、一番大きなブロッカーだと思ってて、もう残ってるのは全角の鍵括弧でくくるかみたいなそういう話だと思うんですけど、なのでそういうのがあると、スティープが開発しやすくなりますし、ソルベもこっちの仲間に今加わりつつあるっていうことなのでいいなって思ってます。それをなんか作った。どういう文法で作った？インラインコメントっていうのは昔。インラインコメントっていうのは昔パッチを作ってフィーチャーリクエスト出してるなこれ。20405。文法は？ごめん。文法は。丸括弧バー？そうそう、丸括弧バー。バーか丸括弧閉じ？そうそう。これか。でちなみにこれはコメントを閉じるときに前にスラッシュコロンをつけると昔の顔文字が出てくる。そっか。最近書いてないよね、すぐねじゃね。書いてないね。ちなみにこれはヒゲなしバージョン？ヒゲなしバージョン。ヒゲありバージョンだとパースできちゃうからね。ブロックの本体のない状態に該当してしまうから。これ今は書けるけど、これを書けるってこと、これをコメントに取るってことは、バーがエクスプレッションベグのところに出てくるような単項演算とか、何かその先頭に来るような書き方を今後多分できなくなるから、パイプとかの縦棒大なり小なりとかと今後衝突する気がする、多分。行頭に来るケースってないかな、そういうのがなんか。EXPR ベグでバーが来るときはダメだってことだよね。が今後潰されちゃうから、ちょっと影響がある気がする。今はない、今はない。今はないけど、でも要するにキャレットとかを単項演算で使ったりとか、結構単項演算に空いてるから使うケースって実はあって、てか単項演算で使えるケース貴重なんですよ。空いてるんです結構あそこいろいろ。いやバーは逆に二項演算子にしかない。今はね。だから逆にあれを単項演算子に本当に使わないという、あと何かを組み合わせて単項演算に使うことってないかなと思ってて。それができちゃうと、カッコ縦棒ってきた瞬間にコメントになっちゃうから、要するに縦棒から始まる横に何か記号を置いたキーワードが今後使えなくなるはずなんですよ、単項演算として。正規表現。いやでも何かと組み合わせる場合っていうのは、先まで読む？カッコの直後には来ないわけだから。ブロック引数で縦棒を使ってるので、なかなか縦棒
AKR です。ブロック引数ので縦棒を使ってるから、任意の式の先頭に縦棒っていうのはなかなか導入しにくいかなという気がしますね。あれはでも do の後っていう区別が本来はつくはずだから多分大丈夫だと思う。いや do じゃなくてそのブレースの直後に来るから同じ、制限そっちに引っかかっちゃうと思う。逆にスラッシュアスタコメントがどうしても欲しい、絶対欲しいっていう場合には何を犠牲にしたら入るんですか？正規表現でもスラッシュアスタって正規表現としてはインバリッドじゃないですか。じゃなくて、割り算の方じゃないだから。正規表現を閉じるときに最後にスラッシュがとそれが、意図せずにコメントの終わりとみなされることが。いやコメントモードに入ってないから A スラッシュアスター B って書いて B を展開して割り算の引数にするケースが多分コメントアウトしたつもりなのにリテラルのところでコメントが終わってしまっている。まあね。スラッシュ A スタースラッシュ閉じるみたいなものを全体をコメントで閉じようとしたときにここまでしか見てそれはしょうがない。気をつけなさいよ我々ユニコードの記号を使えるようにして記号の不足を解決するっていうスクリプトで使えるエンコーディングはユニコードではない、ユニコードだけではないので、はい。いや別にそれはスクリプトエンコーディングをユニコードです。ユニコードの時だけ使えるでいいんじゃないですか。いや毎回出てくるアイディアなんだけどねそれ。けどさそれよりもシャープって今コメントになっちゃうんだからシャープの後ろになんかつけてみたいなのってできないんですかねと思いました。うさです。いやシャープの後はコメントだから今だから任意のすべての文字が使われてる可能性があるから互換性の関係があってダメでしょ。あ、そっか逆にあれか全行コメントが死ぬことがあるのか。そうですそうです。ペンです。スラッシュアスターなんですけど、なんだろう。ドットでメソッドチェーンで開業してる途中にコメント書こうと思ったらできないとかはあります。A ドット開業 B ドットとかってやってるところにコメント書こうと思ったらスラッシュアスターでスラッシュメソッドのなんだアスターで、それもあり得るね。互換性無視していいっていう話をしてたと思ってたんですけど、すみません。いかに普段コミッターが互換性ということをこうなんていうんだろう大事にしてもう前提として話してるかっていうのは伝わったいい発表だったんじゃないでしょうか。あ、よかったです。じゃあちょっと別のトピックに切り替えたいと思います。皆さんAI を使って Ruby 作ってますか？ Ruby で AI で作られてる部分って存在しますか？今泉です。鬼雲のコードを書かせようとしてみたんですけど全然うまくいかなかったです。そうなんだよね。僕はパース Y いじるときにわけわかんないなと思ってやらせたことがあるんですけど動かなくて、自分で書きましてただ YJIT とかでラストのコンパイルがなんかミスった時とかに僕ラスト全然わかんないんで大体 AI にやらせてそれは動きます大体。はい、そんな感じです。なるほど。Ruby はじゃあ AI 向きじゃない。Ruby は AI 向きじゃない。Ruby の処理系は AI 向きじゃない。なるほど。処理系元データの問題があって Rails アプリケーションとかだと同じようなアーキテクチャのものをたくさん作るのでデータいっぱいあるんですよね。だけどその C のバーチャルマシンと同等なソースコードってほとんどないんですよ。そうすると聞いても Ruby のソースコードを元に答えてくるのでRuby のソースコードを元に Ruby を改善できないここがダメなんだろうとか言って全部書き換えてくるとか、そうね彼らの知能がもうだいぶ上がって自分で考えられるようになったら既存のデータを参考にじゃなくて自分で考えられるようになったら多分役に立つと思うんだけど現時点では使い物にならない Ruby を作るのには。
Ruby の中にある Ruby のコードを AI に書かせようとしたこともあるんですけど、ユニコード正規化のところですね。ごめんなさい、今泉です。そこで困ったのが、自分は Ruby の開発者だって言っても、Ruby を使うユーザーのことだと何回言っても思われて、全然うまくいかなかったです。例外的なケースに弱い。まあ、ドキュメントにはいいんじゃないですかね。何にはいい？だから、Ruby の2038年問題について尋ねてみたんですけど、よくわかんない間違ったことを言ってるのでドキュメントを修正しました。手で。浦部です。コミットコメントを書くときにGitHub コパイロットを有効にしているとGitHub コパイロットがお前はこういうことをやったんだっていうのをサマライズしてくれるね。でそれが意外に便利であまり意識的に自分が何をやったか意識してここと書いてないんですよ。コミットって打った瞬間に自分ってこんなことやってたんだっていうのを逆に教えてくれてすごく便利な時はあります。ただそれでやってるとどんどんコミットコメントが僕の言葉じゃなくなっていくので、これ誰が書いたんだろうみたいになってちょっと自我が崩壊していくのであまりやりすぎると怖いです。はい、でもそういう感じでコミットコメントには便利に使っていることはあります。しおいです。Ruby のコードを書くっていう時にちょっと手伝ってもらうこともある。私ちょっと C 言語が苦手なので手伝ってもらうこともあるんですけど、どっちかっていうとRuby のコードを読む時にやっぱりすごく歴史の長いプロダクトですごく大きなプロダクトでなんでしょう、そこにあるコードの意図がそれをパッと見ただけでは自分でも理解できない時があったりして、それを読むのになんだろうな、でも聞いてもバッチリその通りの答えが返ってくることもないことはないんですが、なんでしょう、確認しながらワンオンワンみたいな感じで確認しながら一緒に読むみたいなことはやってます。ペープロですね。はい、宇佐です。昨日だっけ、金子さんのセッションの時に、一昨日話あったけど、AI にレックスステートについて聞いてみたら、めちゃくちゃ詳しく教えてくれて、いやだからできるってやつらも分かるときはなんか詳しく教えてくれるんですよ。ただ知ってるから言ってることが正しいかどうか判断できるんで嘘をつかれても気づけないからやっぱまずいのかなという気がします。Hello, Samuel again. I work across lots of platforms, Windows, Darwin, Linux, and lots of APIs, KQ, Uring, ePoll, Select, Poll, and it can often be tricky to go and read all the documentation. So I find AI really good to generate benchmarks, tests, or summarize the differences. Sometimes I need to compare how the API is behaving. And so I can ask, instead of writing the code myself 5 times, I can just ask ChatGPT, please try this API. I need to check this particular property. Write the C code for me, and it gives me the C code, and I can just use it. So it's very good for benchmarks, testing API differences and compatibilities. 長近と申します。ちょっと戻って浦部さんがおっしゃってたコミットコメントを作るのに使うっていう話で、コメントがあるんですけど、私は毎日皆さんのコミットを読むということをしていて、皆さんのコミットコメント結構個性があってですね、皆さん書き方とかスタイルとか叙情的な表現を使う方もいらっしゃったりして、個性があってとても作品として読ませていただいているので、なんか AI を使っても個性が保たれるのならいいんですが、無味乾燥なコメントになってしまうのはちょっと残念かなという思いは西村さん、俺の個性を学習してコミットコメントを書けって。私ちょっとコメントいいですか。コメントっていうかAI 利用に関して、Did you mean でメソッドサジェスションの仕組みをメンテナンスしてる西島です。AI 利用とはちょっとずれるかもしれないんですけど、メソッドサジェスションの仕組みってすごく、30年40年前の研究をベースにしてるんですけど、最近の AI だったら多分それよりも精度高いものを作れると思うんで、
その中身の仕組みを置き換えたいなとは思ってます。で、もしそれがうまくいったらそのサジェストの仕組みってわざわざその動的だけに限定する必要もないので、例えば静的解析とか LSP とかの中でも使えるようになってきたらコード書くときになんていうんですかね、動的に実行した時のサジェストの蓄積を使っていって書く時の支援をするっていうことができるようになってくるかもしれないので、それはもしどなたか皆さん、専門家がいたらやってほしいなっていう気持ちがあります。なるほど。じゃあ残り3分なんですけど、重いトピックは難しいですね。じゃあ少しスクリーンでこれスキップでこの話しようか。じゃあこの話を少しコアな話かもしれないですけど、シェアラブルミドルサブストリングっていうのが Ruby2.2 ぐらいで入ったオプション機能があるんですけれども、これがずっと残ってなんていうかオプションの状態なんですけど、完成する価値ってありますか？シェアラブルミドルサブって何？いやこれ違う。ブランチをリストした。I don't know. Actually, I asked the question. I think one value could be in some cases when you're parsing, I don't know, JSON or something else, you could directly point, like share the memory. That could be one usefulness. Because right now, since Ruby string need to be null terminated, you always need to copy. There's a lot of extra copy you need to do. But it's quite a lot of code we could remove if we really don't intend to do it ever, because it's a compilation option, so I don't think anyone is using this. But I think I would like to see it. I think there was some concern of if you share the middle of a string that's mutable and the original string is mutated, then you need to do even more copies. So I think maybe we could do it, but only if the original string is already frozen, to avoid this kind of pathological behavior. But in certain cases, it's very common that you need to slice a lot of, you have a large string and you need to slice lots of teeny strings out of it, and you end up copying way more than you need. But I don't know. It would be worth trying, I think. I know that the JVM used to try to share as much of the backing store, the character array underneath the covers, and they eventually gave up on it because what you end up with is dragging large buffers of characters along for the small piece that you've trimmed off. And in the heuristics to try to avoid doing that and only copy when it makes sense, or avoid copying and share when it makes sense, were just too complicated. So they just decided they're always going to create new strings and just make it fast in allocation and GC. And that has worked out significantly better. And there's much less of a sort of implicit memory leak when you take 2 bytes off of a 1 megabyte string. You don't keep the entire buffer around. Samuel again. To Charles's point, when you start doing things like this, your ability to reason about the performance characteristics goes out the window, because you could have an operation where you're trying to copy a small part of the string, and somehow you've triggered some extremely expensive code path and you didn't realize. And it may even be situation dependent. So you may run a test, it looks okay, but then you put it in production and it's a big problem. So I think I definitely support simple code, less complexity in the implementation. Last comment, perhaps? Final comments? Maybe from Matt, a final comment? Oh. 松から最後の意見とかありますか、この件。何？こうやってぐだぐだと話してます。もう一つはですね、今回6人増えましたけど、
この距離はそんなに遠くないと思うんですよね。皆さんの中からこっちに上がってくる人がもっと出るといいなと思います。ウェルカム。何でって言われると困るんだけどはい。では皆さん楽しめましたでしょうか。はい、ではこの会を締めたいと思います。コミットの皆さんありがとうございました。ではさようなら。